また濡らしてもらっても。パンタゴ。じゃあ B 優先でレターお願いします。水ちゃん。ありがとうございます。
ありがとうございます。様が喜んでもらえるようなメニューを開発するのを考えたりしてこだわってます。やっぱりそのホールのお仕事とかやってると美味しかったよとか書いてくださったりとか、口コミでも本当にたくさん嬉しい意見をいただけたりするのが本当に嬉しいです。
天津丼が大盛りです。お願いします。
キリッシュなんですよ。SPF ポークって言って、はい、普通の生バラより美味しいです。あ、そうなんですね。で甘いっていうか、このはい油がね、はい。こう多いでしょ、油が。だけれどもくどくなくて、もたれなくて、甘くて美味しい。グラム280円ぐらいだから、ちょっとした牛のそうですよね。国産の切り落としぐらいの値段はしますよね。あ、X。食材の質を上げてみたんですよ。はい。そしたらさらに美味しくなる。ああ、そうだ。まあ当たり前のことなんですけど、ね、いいお肉で、やっぱり、それを、いいお肉を結局、調理方法が悪かったり、火が強かったりすると、せっかくのお肉も、ね、火が通しすぎちゃったら美味しくないから、まあ豚なんで、はい。ちゃんと火通さなきゃいけないんだけど、それの温度ですよね。で肉には肉の、野菜には野菜の火加減っていうのがあるから、そこをやっぱり注意しながら火を通していくこととか、そういう細かいコストのかからないお仕事がちゃんとできるかできないかっていうね、それが料理は愛情と言われる。愛情は手間暇だから、形にして出すだけだったら誰でも早く作れるんだけれども、ある程度の時間はやっぱりしょうがない。今日抜いちゃうと早くは出せるけど味が薄い。お客さんがいっぱい来たりするとどうしても作業になりがちになっちゃうんですよね。そういうのをないようにしないと。
単品ライス。あ、ライ
円です。あ、あと1個。ダブルが終了。明日の注文は肉屋さん。大丈夫です。すみません、ありがとうございます。猫さん、来ないです。22、開きます。はい。あ、こんにちは。飲んでる？はい。うん。
2つ。アイスにお添え終わったらスープはもらっていい？はい。その上にない？あ、こちらがあります。自分は今日は8時から。8時から。はい。だいたい握り終わるのも7時、8時ぐらいですよね。ああ、夜の7時、8時。握れる子が来れば3人体制だったりしてみんなで握ってます。出来上がるんですけど。あんこも手作りで、手で握ってるので、はい。手軽ですね。冷凍もしないので、はい。そう、手を握って今日で、はい。その切れるのはその日に握ると。そうですね。はい。添加物とかも入ってないので、すごいいいと思います。はい。1回で15人も上がりますね。
お待ちくださいませ。1名様5番です。2名様大丈夫ですか？10個で、はい、2枚目。はい。8番。お願いします。はい、ありがとうございます。5番です。麺入れる。はい。上のやつです。ありがとう。最高の。失礼します。一応でも直人さ、お願いします。1番で。数だってまだ喋れないし。2、3歳ぐらい。当然は喋るけど。ついちゃうね。まあもう1回3スピードトレースはい。一番奥です。なんで隣は相当いい人になるからその前に習わせるわけなんだ。担々麺です。お待ちください。お願いします。エビチャーハンです。はい。お待たせしました。中華そばです。N はそう。E は初動めちゃめちゃうまいです。料理お願いします。飛ばしたら。はい、5番からです。了解。手とか痛くならないですか？ああ、まあなるんですけど、はいもうあんまり気にならなくもなってきました。もう慢性的に痛いというか。で料理はやっぱり腕もあるんでしょうけれども、食材の質もやっぱり悪ければいいものはできないので、食材にも多少なりともこだわりを持って、よそで使ってないようなものとか、XO ジャンとか
霧島ポークとかですかね、多分予想では普通の町中華さんではなかなか使えないような食材を使って上手に調理するようにしていると思います、こだわってるところはもうそういうことと作業にならないこととコストのかからないところでどれだけこう肉を通す温度とか、そういうところまでこだわりを持って、チャーハンも強い炎でたくさんいっぺんに作らないで1人前から2人前程度に収めて、たくさん一気にこう振っておくとやっぱり振ってしまうとパラパラにもならない、やっぱり好みはあるだろうけれども好みで片付けられないような美味しいものを提供できたらいいな、もちろん好き嫌いだとか、そういうのもあるでしょうけど、嫌いな方でもここのこれは美味しいって言ってもらえるようなお仕事ができたらいいなって思いますね、すごく美味しいって言うとやっぱりお客さんはまた来てくれると思うんですよ、ちょっと美味しいとか普通に美味しい程度だったら、なかなか並んでもらえたりこう待っていただけたりはしないと思うので、そこはすごく美味しいと思っていただける料理をもう本当に味の好みもあるけれども100人が100人みんな美味しいってこう言ってもらえるようなものを作り手側は諦めずに味の好みで片付けないでやっていきたいなと思ってるので、やっぱ食材が悪いとどんなに味のクオリティが良くても限界っていうのが絶対訪れてくるから、そこで食材のクオリティが高いともう相乗効果で、他に出せない同じホイコーローでもうちにしか出せない美味しさっていうものが多分あると思うんですよね、それが多分美味しい普通に美味しいじゃなくてすごく美味しいにつながっていくと思うので、100人が100人美味しいっていうクオリティと味の良さを出さなければいけないとちょっと思ってるので、そこですかね。いつもそう考えて作ってるので、そこが料理に対する思いみたいなものですかね。大変でした。広いなと思って。だったね。はい、今日はね、今日は12時15分だね。あ、そうなんですか。ね、早くから。もう、じゃあ眠いっすよ。もう眠いよ、めっちゃ眠い。もう4年、そうだね。 5年ぐらい。あ、そうなんですか。ありが
とうございます。長いやっと辛くなる。働きます。やっぱチャラチャラっていう。これで拭かしていっちゃって。はい。ちょっとじゃことあれです。ごぼうと油揚げの炊き込みご飯。こういう感じでじゃこが。ゆっくりできたよ。ほんで結局あの辺をもう2つ。じゃあこれ見ようね。こんな感じでいい、こんな感じで。結局入れてるって。いってらっしゃいって。そうそう、いってらっしゃい。いってらっしゃいね。わかりました。じゃあもう一回やり直しで。ありがとうございます。
手だけしてもらう。これ満タンで。はい。これ行かずに。仲良く。4人ぐらいいるんですよ。入ってたらこうやって。これ後ろ見本置きます。お疲れ様。ありがとう。はい、お願いします。何ですよ。すごいね。唐揚げははい、わかりました。はい。レモン。はい。そしたら、で、あと、これのエラーの対応は。ポテトコロッケもらっていいですかね。何枚8枚。ひっくり返って1個出てきます。すればいけるんだろうけど、別にパスワード入れれば僕にいらない。温泉卵のせ。ベリーコ豚。はい。鶏から甘さ。はい。
すみません、どうもありがとうございました。ありがとうございました。高め玄米のお客様お待たせしました。こちらのどうぞ。はい。ありがとうございます。あ、こんにちは。いらっしゃいませ。どうぞ。ありがとうございます。お客様どうぞ。はい、どうも。おいしょ。どうも。こんにちは。いらっしゃいませ。魚玄米。ありがとうございます。ありがとうございます。魚弁当のお客様。こちらのどうぞ。お客様どうぞ。どうも売り切れました。ありがとうございます。ありがとうございます。どうもありがとうございます。玄米。よいしょ。朝になるので右の列にお魚のお弁当お待たせしました。600円です。場所、置いた場所わかるんで見てください。日替わり日替わり大盛り。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。どうぞ。日替わり。はい、左。はい、左600円になります。いらっしゃい。いらっしゃい。こちらもどうぞ。ください。左のはい、ありがとうございます。ありがとうございました。一番大事にっていうところはあれですね。やっぱ食べ物って一歩間違えるとやっぱ怖いですよね。やっぱ命に関わることなので、まず本当事故を出さないようにっていうのが一番ですね。お弁当屋さんって
他の飲食店と違って、うんお客さんと接する時間ってほんの一瞬なんでね、うんそういった部分で SNS なんかでこう、はいご意見いただいたりとか、そのつながりがあったりすると、やっぱそこで何かこうね、嬉しい言葉言っていただけると本当にありがたいなと思うし、うん嬉しい時ですよね。はいやっぱお客さんも例えば新入社員の時から来てる人だと、ああはい全然本当僕よりもやっぱここのね地域にずっといる方とかやっぱあいるんで、あなんていうんだ、そうやって言うとそういう人たちがなんか後輩連れてきたりとか、はいなんか出世したりっていう話を聞くと嬉しいなっていう感じで。じゃあ安いからとかなんか値段が低価格だからね、いやお値打ちだから例えば変な材料使ったりだとかインチキしたりっていうことは絶対したらないなって、ありますね、だからやっぱそういった部分ではもう毎日、やっぱそうやってこまめに仕入れしてみたいなのがありますもんね。僕自身いつもなんていうの自分がお母さんだったらどう思うかなっていうふうに作ってるんですよね、メニューとか考えるときに、今夏だからそろそろなんか疲れてるからじゃあやろうとかね、例えばもうちょっとしょっぱい方がいいかなとか、結局自分が母親が子供に旦那さんにみたいな愛する人に作るようなイメージで作ってるっていうのがあるんで、あと主役になれるおかずでいいかもしれないっていうのね、なんかよくわかんないなんかそれが主役が分かんない弁当じゃなくて、今日は銀だらが主役みたいな感じでね、そういうお弁当を作りたいなっていうのがありますね。お願いします。はい、お願いします。山崎投手に大きな期待を寄せます。
そういうふうに町全体が活性化するのに町だけじゃなくてみんながそうやってに関しては今年の11月から実施されて、地域の交通の充実ですとか景観の保護に使われる見通しだということです。以上、読みたくでした。原中さんです。おはようございます。せーの。信頼し続ける大の空気を呼ぶセンサー。何やったの聞いてる。今年の夏はシステムですよね。かわいいな。すいません、お待たせしました。かけそば大盛りです。すいません、ごゆっくりどうぞ。先生、ありがとうございます。すいません、お待たせしました。カレーそばとミニしらす丼ですね。すいません、ごゆっくりどうぞ。
お預かりします。ありがとうございます。かき揚げそばもお客様、こちらから失礼します。はい、ありがとうございます。ったら弁当屋もないし、そこだけなの。お願いします。お願いします。春菊そばで。
とう。お願いします。定段ご飯半分でお願いします。はい。ミニご飯少なめで。はいよあ、しれっと入れ替えてくれたんですか。はい、しれっと。ありがとうございます。お願いします。ありがとうございます。取れます。多分来てたから。お願いします。安いって言うとお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。はい。舞茸そば550円。はいはい、お願いします。はい、お願いします。はい。お願いします。お待たせいたしました。ありがとうございます。豚スープ。持ち帰りネギトロ丼。はい。はい。はい。喫煎そばにミニネギトロ。はい。お願いします。はい。じゃあ、唐揚げそば。そうです。お願いします。お願いします。はい、ありがとうございます。お願いします。はい。お願いします。お願いします。はい、すいません、お待たせしました。ごゆっくりどうぞ。陰性でやるんで。
月とかに。はい。そしたら味付けします。準備してるだけです。急遽昨日の夜頼んだ。形がいくらかしっかりして。
ばらくつけてからまた。それの最初のやつはこれ朝。ああ。多分理想的な自分のその太さだったり長さだったりとかあると思うんですよ、はい、それになった人がちょっと気持ちいいですね。茹でてる時も、はい、こうなんだろう、自分のやつはあんま曲がってなく、はい、ねじれもせずまっすぐ、すごいなんかこう理想的な感じで茹で上がる時とか気持ちいいですよね。スペシャルです。お願いします。ありがとうです。こんにちは。はい、どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございます。それでは、下げお願いします。
はい、冷やかけ大盛りです。肉玉中肉増しです。はい、いらっしゃいませ。こんにちは。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございます。はい、どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございます。またお待ちしてます。いらっしゃい。おかわり、おかわり、うどん。なんか今言った。うどんおかわり。はい、お願いします。スペシャルです。はい、中。うどん出ます。ここに入ります。肉とか入りそうです。いや、そしてセットで盛り込んでます。お願いします。スペシャルうどんです。お願いします。お待たせしました。ありがとうございます。はい、どうもありがとうございます。はい、お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。またお待ちしてます
願いします。天ぷらそう麺少し少なめでお願いします。はい、どうもありがとうございます。はい、ありがとうございました。またお待ちしてます。いってらっしゃい。お楽しみください。うちのコンセプトみたいなのが、こう一粒から世界にこぼれ落ちるほどの服をっていうコンセプトがあって、で名前も一粒万福ってこう一粒からたくさんの服が広がるようにっていう思いを込めて作ってるんですけど、なのでそういうおにぎりを通してこう服を感じてもらいたいっていうか、素朴なこう幸せとかを感じてもらいたいなっていうのがあるので、こうおにぎりも手から手に直接渡す、作り置きとかじゃなくて、お客さんのこう目の前で握って、それをフェイストゥフェイスで提供する温かさだったりとか、そういうところはすごく意識してますね。
お待たせしました。お楽しみください。接客とかも、あとはなんだろうな、うちは最後に、良い一日をって言うんですよ。帰ってかれるお客様に、ありがとうございます、良い一日をって言うんですけど、英語だとハバーグッデイって言うじゃないですか。で、私はもともと旅人で海外の経験とかもあって、そういうハバーグッデイとか出す時にエンジョイって楽しんでねって言ってくれる、なんか文化とかもすごく好きだったので、それをこう日本語にして提供するときはお楽しみくださいってこう言ったりとか、はい、そういうところにもちょっとしたこだわりがあります。お待たせしました。お楽しみください。うちのおじいちゃんおばあちゃんが米農家なんですね。自分でこう仕事、授業やるんだったらお米に関すること、で、あと私はすごい日本のスピリットっていうか文化がすごい好きなので、そういうものを伝えられるものをやりたいって思ったんですよ。ああ、そうなんですね。で、おにぎりって、まあ日本の文化だし、まあおにぎりっていう手段を通して、こう日本の和の心みたいなのを、伝えたいなっていう。なんかお客さんが、すごいなんか温まりましたみたいな、心も満腹になりましたとかって言ってくれる人がいて。なんかお腹だけじゃなくて、そういう心もなんか満たされたみたいなことを言ってくれる人がいるとすごい嬉しいなって思いますね。